はじめまして。そしてお帰りなさい。エマイン東京のホスト、エマです。皆さんは10代の頃にこれをしておけばよかったな、これをしなければよかったな、と考えたことはありますか？今日のエピソードでは、私がもし10代の自分に会えたら伝えたいことについて話していきたいと思います。そして、このカジュアルジャパニーズシリーズでは、私自身の人生について自然なタメ口で話すので、私の友達になったような気分で楽しんでください。それでは、エピソードに入っていきましょう。まず、私がしておけばよかったなーって後悔してることは、勉強かな。これは結構よく聞く後悔だと思うんだけど、私ももし10代の頃に戻れたら、もっと授業を真面目に受けたい。でも、勉強ができると得だからとか、勉強していい大学に入りたいっていうのとはちょっと違うかな。私はあの頃自分がどんな教科に興味があるとか、そういうのを考えることすらしてなかったんだよね。もちろん得意な教科とか苦手な教科はあったけど、得意な教科イコール好きな教科みたいに考えてた。でも、大人になるにつれて、歴史を知ったり、新しい言語を学ぶことが好きだって気づいたんだよね。それで、もし10代の頃にそれについて考えたり、自分で調べたり、先生に質問したりしてたら、もっと好きになって、世界が広がったんじゃないかなーって。もちろん、大人になってから勉強するのも、新しい視点で見れたり、自由に勉強できたりして楽しいと思う。でも、大人になると仕事とかに関係ないことを勉強するのって時間もお金もかかるじゃん。それに勉強していくうちに興味が出てくるっていう順番じゃなくて、興味があるから勉強するっていう順番になるから、新しく何かに興味を持つチャンスは減るよね。だから、10代の私に伝えたいのは、とりあえず苦手でもいろんなことを勉強してみて、自分が何に興味を持つか知ってほしいってことかな。あとは、10代の時にもっと親と話をしておけばよかったなって思ってる。最近、子供ができたりする友達が出てきて思うんだけど、自分が10代の頃に思い描いてた大人と今の自分が全く違うなってこと。あの頃は親は親でしかなくて、親も自分の人生があるってことをあんまり理解できてなかったんだよね。だから、親が自分のために時間を使ったり、何かを我慢してるのを見ても、それを普通のことだと思ってた。でも、親に自分の好きなこともしていいよとか、何かあったら相談してねって言ってあげられたらよかったなって今は思う。それから20代になると遠い場所に住んだり仕事が忙しくなったりして親と話せる時間もすごく減るじゃん。親の考え方とかアドバイスを聞くことで人生が豊かになったり人生の指針になることってたくさんあると思うから10代の時に親ともっとたくさん話をしたかったなって思う。あと、私は10代から20代にかけてすごく性格が変わったなって思ってて、特に社交的になったっていうのが一番大きな変化かな。私は特に10代前半の頃はすごくシャイで、知らない人と話したり、自分の考えを言ったりするのがすごく苦手だったんだよね。
だから、やってみたいこととか、行きたい場所があっても、新しい人と出会ったり、注目されたりするシチュエーションになることが怖くて諦めちゃうことも多かった。でもそれは人にどう見られるかを気にしすぎてたり、慣れてないから緊張してただけで、人と話すことが嫌いなわけじゃなかったんだよね。大人になってから無理にでも社交的にならなきゃいけないシチュエーションが増えて、それに慣れた時に自分が思ってたより自分が人と話すことが好きなことに気づいたの。それからはどんどん新しい考え方を知ったり、世界が広がることが増えて、もっと早くこうしておけばよかったなって思った。だから10代の私に怖くても少しでいいからチャレンジしてみて。できないって思ってるだけで本当はできるからって伝えたい。最後に一番私が10代の自分に伝えたいのは自分の頭で考えることの大切さかな。私は10代の頃基本的にみんながすることをみんなと同じタイミングでしてた。みんなと違うことをするのは不安だったし、勇気もなかったと思う。でも、10代の頃から好奇心はあったから、海外に行ってみたいとか、本を書いてみたいとか、夏休みに一人で違う場所に住みたいとか思ってた。でもそれは想像でしかなくて、本当に行動したり、計画を立てることもしなかったんだよね。それはみんなしてなくて、する必要がないって思ってたからだと思う。でも実際は自分が本当にしてみたいことをすることから人生は始まって、それがスタートなんだなって今は思う。20代になってからは自分のしたいことを考えて、計画して、行動して、それが人と違うことだとしても自分の基準で考えることができるようになったんだよね。それでやっぱり一回やってみると、それって思ったより大したことなくて、自分がその勇気があったり、それを楽しめたりする人間だってことを知れるんだよね。そうすると、もっと自分のこととか、自分の人生を好きになれて、また新しいしたいことが増えてくんだよね。もちろん20代も全く遅くないけど、10代の頃にそれを知れてたら、もっと他の人はしてない経験ができたんじゃないかなって思う。正直、10代の自分に伝えたいアドバイスとか、教えてあげたいことは、本当にたくさんあるんだよね。でも、後悔とか失敗で学んだこともあるし、それも今の自分につながってるんじゃないかなって思う。それに、20代の今、10代を振り返って考えられてて、これからの人生に活かしたいって思えてるのは、すごくいいことなんじゃないかなって思う。それで30代の私が今の私を誇りに思えるような生き方ができたらいいなって。はい、今回は10代の自分に伝えたいことについてお話ししました。皆さんはもし10代の頃の自分に会えるならどんなことを伝えたいですか？よかったらコメントで教えてください。それでは最後まで聞いてくれてありがとうございました。またねー。